どうも、ワンピースの謎を解くメイン YouTuber、ゆえでなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年4号合併号ワンピース最新話1070話最強の人類を考察します。この1070話では1年前に考えた理論、ルフィ獣人化、ロボット仮説の可能性が見えてきています。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は大いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1070話のスタートはルッチの猫の手、主眼にやられた戦闘丸に駆けつけるルフィ。しかしまだ意識がある戦闘丸にルッチは再び追撃。戦闘丸に意識があるとセラフィムたちを支配できる意見順位がルッチに移行されないからです。これが1070話の話数の語呂合わせ1つ目、ワンオーナー。ワンオーナーでしょう。ワンオーナー、つまりセラフィムの所有者は1人。しかしルッチの追撃をルフィがディフェンス。新技ゴムゴムのドーンウィップでルッチをぶっ飛ばします。ここでルフィは白いと書いてドーンと読ませています。ドーンとはドーン、夜明けという意味でしょう。なぜ白いイコール夜明けなのか。それは日本語で夜明けに明るくなることをシラムというからです。そしていつものように1070話の反転話数を考えましょう。1070話をひっくり返すと701話ドレスローザ編のスタート。701話では盲目の藤虎一生がルーレットで騙されています。そこで藤虎一生は全て白にかけ続けますが、全て黒だと嘘を言われ大負けしそうなところをルフィが白だと介入して助けました。この辺りも白いドーンとつながっていそうです。ちなみに藤虎一生が当てた白の番号を足すと18番足す19番足す27番は64。語呂合わせ白の反対64になっていて面白いです。さらに黒だと騙していたドフラミンゴの下っ端の男は後に悪魔の実について解説しています。この1070話では人工の悪魔の実について解説されています。とにかくルフィというよりもニカは白いイコールドーンと認識しているようです。僕は滅ぼされたある王国とはドーン王国という名前だと2年前から考えていますから、ドーンイコール白いならそれは白い王国。白い王国といえばローが生まれた町、白い町クレバンスでしょう。このクレバンスが900年前に滅んだ王国のヒントになっているかもしれません。クレバンスはかつて憧れの町とも呼ばれ、クレバンスの地層から取れる白煙という鉛は底なしの金を生んだといいます。しかしその白煙は遺伝子を欠損させて寿命を縮めてしまう毒でした。ローとルフィはこちらの動画でも考えたように表裏一体の関係となるキャラクター同士です。白い町クレバンスの滅亡は白いドーン王国の滅亡と表裏一体かもしれません。ここら辺を考えるのはまだ難しいですが、白 VS 黒という分かりやすい対立は今後の黒ひげ戦でも使われるでしょう。本編の考察に戻りましょう。ルッチを高速回転で倒したルフィはそのまま回転が止まらずドリルのように回転しすぎて地面に潜っていきます。これは1070話の話数の語呂合わせ2つ目、土地割れ。土地割れでしょう。7は中国語で地なので地です。1070話からは地や地、火などの意味とつながる話が展開されると予想できます。ここでセラフィム S フォークが剣で政府の役人を攻撃。さらに S シャークが人造スイスイのみで地面を波のように変化させて攻撃。これが1070話の話数の語呂合わせ3つ目、地鳴り。地鳴りでしょう。そんな人造スイスイの実を見たフランキーはベガバンクにセニョールピンクは死んだのかと尋ねると、セニョールピンクはインペルダウンに収監中で、あれはスマイルとは違った精巧な人造スイスイの実だという。さらにベガバンクはお金と時間をかければ桃之助が持つ人造ウオウオの実のような特殊なゾーン系原獣種も複製が可能だといいます。つまりゾーン系ヒトヒトの実原獣種モデル2価も複製が可能。ただし人工の悪魔の実の覚醒は未確認だという。一方でロギア系の悪魔の実の複製は難しいとも言っています。ここまで僕はエッグヘッドの動力とは人造メラメラの実だと考えてきました。メラメラの実はロギア系ですから、この考察は間違っていたのか。しかしここまでの話はあくまでも悪魔の実としての複製の話です。悪魔の実という形にこだわらなければロギア系の悪魔の実の力は利用できると考えます。それはパスフィスタに搭載されていたキザルのピカピカの実レーザーのように
故に引き続きエッグヘッドの動力はおそらく悪魔の実の形ではありませんが、エースから抽出したメラメラの実が動力として使われていると考えます。ちなみに1070話とつなげているであろう70話では、小小林村のみかん畑が初登場しています。こちらの動画では、みかんの木イコール悪魔の実が実るイメージ、太陽の二課の木のイメージであると考えてみました。やはり1070話の悪魔の実の話と70話のみかんの木はつながっているかもしれません。そして残るパラミシア系の複製については、血糖因子さえあればそこから特殊な緑の血液、グリーンブラッドを生成して人体に投与できれば、パラミシア系の能力も複製が可能だと言います。そんな緑の血液はセラフィムたちの腕に投与されています。これが1070話の話数の語呂合わせ4つ目、入れる血をでしょう。さらに1070話の話数の語呂合わせ5つ目、ドナーでしょう。ドナーとは移植用の血液などを提供する人です。そしてついに無口だったセラフィムが喋ります。スネークは石化技メロを放ち、スベアはクマの技ルースショックを放つ。そんなセラフィムたちをベガパンクは科学の最高峰、この海の歴史上最強の人類だという。しかしセラフィムたちは自由がない人造人間セラフィムたちは1070話の反転話数701話に登場したドレスローザの悲しきおもちゃたちとリンクしてるでしょう。場面は戻ってルフィ VS ルッチ。ルフィは巨大化して地面ごとルッチを食べようとしています。これはクロコダイル戦で見せた懐かしのゴムゴムのバクバクを思い出させます。そしてこれも語呂合わせ土地割れでしょう。割れた地面をバリバリ砕いて吐き出してルッチに攻撃。さらに周囲をゴムチューブ化して4日かかるとなんと髪の毛を剥ぎ取ってそれをゴーグルに変化させました。ニカの力は空想を実現できる。そして街道戦ではまだ名前を何にしようか考えていた技にゴムゴムのドーンロケットと名付けてルッチを殴ります。ここがポイントです。ニカは体の一部を分離してさらに空想によってパーツを作れる。なぜロギア系でもないニカの体は分離可能なのか。それはおそらく樹脂だから。ニカイコールゴムの天然樹脂説。1年前から言ってきたこの理論ならば、ニカが真っ白い理由も体が分離できる理由も全部説明がつきます。これが1070話の話数の語呂合わせ6つ目、人のなりでしょう。こちらは2週間前に考えて内容も合致できました。さらにもう一つ1070話の話数の語呂合わせ7つ目、柔軟もあるでしょう。柔軟な発想、空想によってゴーグルを生み出したニカは半年前に考えたルフィ獣人化、ルフィロボット化が現実味を帯びてきています。こちらです。樹脂だとしつこいなと思うでしょう。しかしニカルフィの正体が天然樹脂だと未だにプッシュするにはちゃんと理由があります。それは自由です。ニカに覚醒するとルフィは自由が与えられると言います。ルフィが自由であれば人の姿からさえも解放されるべきでしょう。もしもここまで考えてきたように、ニカがインド神話、願いが叶う木の幻獣で人の夢を実現できる存在なら、大空を鳥になって飛びたいという太古からの人の夢が叶うはずです。そう、ニカルフィが柔らかな天然樹脂なら、粘土のように体を自由に変形できる可能性。白い鷹にもなれる、白い猿にもなれる、白い象にもなれる、白い獅子にもなれる、白虎にもなれる、白竜にもなれる、白蛇にもなれる、白熊にもなれる、白いサイにもなれる、そして真っ白なロボットにもなれる。それこそが人の夢、人の姿からさえも解放される、自由自在に変形できる、ゾーン系人の実幻獣種ニカの人獣型、いや獣人型。ルフィがこれまで考えてきた動物の技名の動物にルフィは変形できる。ルフィが空想によって髪の毛をゴーグルにしたなら、獣人化やロボット化する可能性が今後必ずあるでしょう。そんなドーンロケットで胸を貫かれたルッチは意識が飛びそうだ。ギアサードギガントピストルでぶっ飛んだ時と同じセリフを言っています。それを見たルフィはアヒャヒャヒャと大爆笑。1046話でこの技を何発も食らったカイドウは弱音を吐いていませんから、強さ議論で言えばやはりルッチはカイドウより格下でしょう。となると1046話の語呂合わせは火の城であり火の城、太陽の城だったのか。
さらに1070話の類似話数170話では、ロビンがビビに手が貫通したかのようなトリックを披露しています。さらに白いの語呂合わせ白い。461話でもペローナの白い幽霊ネガティブフォローが貫通。一方、真空ロケットを探して迷っているジンベエたちに S スネークが場所を教えると、ジンベエはおやありがとう、優しいハンコックじゃなと声をかけると、 S スネークはツンデレのように顔をあからめて恥ずかしがります。この辺りはハンコックの血統因子をそのまま受け継いでいるようです。となると、何度か考えたように S スネークもハンコックのようにルフィに惚れて攻撃できないパターンがありそうです。そして戦闘丸を心配するルフィですが、戦闘丸はベガパンクを頼むと、ルフィを真空ロケットに乗せて発射。とんでもないスピードで走行する真空ロケット。その中でニカの力が切れたルフィはまたもや老人のようにオイル。ちなみに真空ジェシカの M1 ネタは高齢者人材センター。そんな真空ロケットはわずか32秒で上層のラボへ到着。そしてベガパンクは麦わらの一味の船に乗ると告げると、ウソップとフランキーは大興奮。これはベガパンクによってウソップのパチンコやフランキーのロボットが今後強化されそうです。そしてベガパンクを乗せるということは、6人のサテライトたちも乗船するのでしょうか。かなりの大所帯で移動するのか。しかしその前にボニーが目を覚ましてベガパンクの命をまだ狙っています。一方、ルッチたちはセラフィムを合計4体手に入れて、島からルフィやベガパンクを一切逃さない様子。これが1070話の話数の語呂合わせ8つ目。手縄。手縄でしょう。手縄とは鮎を取るための伝統漁法、鵜飼いに使われる鵜を操る縄です。ここではルッチがセラフィム4体の手縄を握ったイメージの語呂合わせだと考えます。ルフィにボコボコにされたルッチですが、なぜかまだ生きった顔でエッグヘッドに攻め込む気があるようです。そして最後には予想したようにキザルが艦隊を連れて登場。そんなキザルをおじきと呼ぶ戦闘丸がやられていますから、もしかするとキザル VS ルッチもあり得る。光を奪うロブルッチと光の能力者ボルサリーノの戦い。12月18日に公開された小田先生のメッセージでは、2013年の展開はあいつとあいつが戦うのといった大混戦だと言いますから、ルッチ VS キザルの可能性もわずかながら考えられます。本編の流れの考察は以上です。ちなみに1070話の扉絵には若きベガパンク、シーザー、クイーン、ジャッジに加えて、さらに女性メンバーがマッツに参加していたことが明らかにされています。この女性はおそらくステューシーでしょうか。若い頃の脳みそ付きベガパンクが相変わらずキモいです。そしてジャッジの眉毛もついに公開されました。サンジの父親ジャッジも空もグルマイではなかったようです。つまりサンジのグルマイは遺伝ではなく人体実験によって発現したもののようです。続いてはいつものように次号1071話の展開を話数の理論から考えていきましょう。まずは1071話とつながる71話と171話を考えましょう。71話は地位、万物の霊長。アーロン曰く魚人とは人間の進化系であり、魚人に逆らうことは自然の摂理に反するという。この71話が1071話につながるなら、誰かが望んだ人の進化の可能性だという悪魔の実やニカの話が引き続き展開されるかもしれません。一方、171話の語呂合わせはいない。アラバスタのコブラ王がいなくなって、代わりにミスター2ボンちゃんがコブラ王に化けて国民を騙しています。この171話が1071話につながるなら、再びペガパンクたちはスーッと消えていなくなるのか。ちなみに1071話の反転話数も171話です。そんな1071話の話数の語呂合わせ予想1つ目は、入れない、入れない、出れない、出ないというのはどうでしょうか。ラボの防衛システムがルッチたちを中へ入れない。エッグヘッドから出たいベガパンクたちですが、何かの事情で出ることができないのか。1071話の話数の語呂合わせ予想2つ目は、天地一変。天地一変というのはどうでしょうか。天地一変とは、天地がひっくり返るほど驚くべきことが1071話で起きるのか。1071話の話数の語呂合わせ予想3つ目は、命の日。命の日というのはどうでしょうか。エッグヘッドの動力が火なら、1071話で命の日、動力が語られるのか。もしくはベガパンクがポニーに渡したいもの、それがバーソロミュークマの命の火なのか。以上です。
ドーンの頭文字だと考えます。ドーンとは英語で夜明けという意味ですね。これは1巻1話と61巻601話のロマンスドーンというタイトルから無難に導けます。ミンク族のペドロはルフィたちを世界を夜明けへと導く者たちだと確信しており、ビッグマムに寿命を奪われ死期が迫っていたペドロはルフィのために自爆しました。そんなルフィが生まれたのはゴア王国風車村ドーン島ですし、そしてワンピースで意図的によく使われている擬音もドンやドーンです。つまり D の名を持つ者は夜明けを生み出せるようです。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。